はい、こんにちは。雪組です。今回は玉蘭の編成別の DPS やスキル回しについて解説をしていきます。編成別のダメージでは、セミシロを使ったアリス編成が 513M と最高値をマークできて、旧編成と比較して 38% のダメージ上昇を記録できました。セミシロを使わない編成では、クローディアボリションを使った両陣異能編成が最高値をマークできて、こちらは 28% の DPS 上昇でした。ただし、両陣の異能編成はスキル回しが安定しないので、正直おすすめはしないです。フィオナともう一枠、アリス、リンやフレイヤ、イカロスあたりは好きなのを使っていいラインだと思います。アリス編成はセミシロのパフォーマンスが高く、サボテンでは最高ダメージをマークすることができました。実戦ではセミシロは 10% ほど期待値は下がってしまうので、実戦では玉蘭、イカロス、フィオナの組み合わせを使っていくのがいいと思います。イカロスから玉蘭への変更で 8%、アリスは持続時間が短い関係でかなり DPS が落ちてしまいました。イカロス編成ではセミシロ、クロディアボリションともにパフォーマンスは落ちてしまいました。リンヤの武闘編成もセミシロのパフォーマンスは良いですが、先ほどと同じ理由で実戦ではリンヤかイカロスを使っていくのがいいと思います。両陣の異能編成ではクローディアボリションを使うことでイカロスやリンヤと比べて 10% ほど DPS を上昇することができました。セミシロはこの編成では相性は悪かったです。突別のダメージでは両陣編成は DPS は刻んで上昇。無突でもスキル回し自体は変わらないのと、イカロスのおかげでかなり耐久性を担保できているので、イカロス両陣編成は無突でもスキル回し、耐久性ともにそこまで不便は感じないと思います。問題は武闘編成で、最低限3突しないと最適なスキル回しができません。さらに貫突で大きく DPS が上昇するため、基本的に武闘編成は貫突推奨と言っていいと思います。ボリションの伸びに関しては従来通り可もなく不可もなくといった感じでした。それでは各編成のスキル回しについて見ていきましょう。玉蘭は武闘形態と両陣形態という2つの戦闘スタイルを持ち、玉蘭をメインアタッカーで運用する場合は武闘形態、玉蘭をサポートとして運用する場合は両陣形態を使っていくことになります。どちらの形態もバフをスタックさせてスキルを強化することでダメージを伸ばしていくスタイルになります。武闘形態と両陣形態でバフの取得方法が異なっていて、武闘形態では通常攻撃または回避攻撃を3回することでバフを1取得。最大10スタックまですることができて、スキルを使うときに最大5スタックまでバフを消費してスキルのダメージを上げることができます。また、バフを5スタックさせるとスキルの CD をクリアすることができて、最速でバフを5スタック貯めてスキルを打つというループをするのが一番 DPS を出すことができました。最速でバフを貯めていく行動は、回避攻撃、通常攻撃、通常攻撃をループしていくルーチンです。武闘編成ではこのルーチンを繰り返しスキルが返ったらスキルを打つという形を目指していきます。バフの取得は2秒間に1スタックまでという制限があるので、回避通常の後の通常攻撃のキャンセルが早すぎるとバフの取得がずれてしまうため、回避攻撃の後、玉蘭のパンチの音が4回ぐらいしたあたりで次の回避攻撃に移ると最速でバフを貯めることができます。1突でスキルを打った際にバフを3ポイント以上消費していると1ポイントキャッシュバック。3突で5秒以上バフを獲得していない場合、次のバフを獲得する際に2ポイントを獲得することができるので、3突していない場合はスキルローテーションが遅くなってしまいます。両陣形態では玉蘭の連携スキルを当てることで蓄積状態になり、バフを 0.8 秒ごとに1ポイント獲得、最大で15スタックまで貯めることができます。このバフが溜まっている状態で任意の武器でスキルを使うと、このバフを5スタックまで消費してダメージを上げることができます。この蓄積状態に入ることが大事なので、両陣形態ではまず最初に玉蘭の連携スキルを当てることを意識しましょう。また、蓄積状態の持続は60秒で、連携スキルによって攻撃ダメージが30秒間上昇する効果もあるので、最低でも30秒に1回は玉蘭の連携スキルを当てましょう。また、玉蘭を表にした状態で連携スキルを使用すると、8秒間に1回エナジーを1000ポイントを獲得することができるので、基本的に玉蘭の連携スキルからエナジーを貯めて、フィオナやイカロスにつなげていく形となります。この効果は連携スキルを使用したとみなされる効果、トレンドフォースやアリス一卒の連携追撃でも発動するため、エナジーが足りない場合はこれらを使用してエナジーを貯めていきましょう。それでは各編成の具体的なセットアップを見ていきましょう。イカロス編成では特性にフィオナ、
三流スキルは1にハイドルフォーカス、2にトレンドフォースを使う編成がハイスコアを出せました。HP が160万に乗っている場合は、ユラン特性にウェルスプリング、トレンドフォースでも良いかもしれません。エナジーなしスタートと2本エナジーを貯めた状態でのスタートでスキル回しが変わります。エナジーが溜まってない場合からのスタートは、まず全てのスキルを使ってエナジーを貯めて玉眼の連携スキルを打ちに行きます。玉眼の連携スキルを打ったら、フィオナ、イカロス、玉眼の連携スキル、イカロスをループしていきます。エナジー2本からのスタートでは、玉眼の連携スキルとスキル、フィオナ、イカロスでバックブルー4回打って、玉眼の連携スキルとループしていきます。イカロスで連携ゲージを 1.4 本ほど貯めてから玉眼の連携スキルを打つようにするとちょうどよくエナジーが回ります。アリス編成やフレイヤ編成ではユラン特性に三流スキルはウェルスプリングリン、メイルストロム。すべてのスキルを使って玉眼に持ち替えてメイルストロムを起動。メイルストロムが残り6秒くらいになったらバフをかけ直していく形が一番 DPS を出すことができました。異能編成武闘形態ではユラン特性に1にウェルスプリング、2にトレンドフォース。基本的にエナジーが2本溜まったらバフをかけ直していきます。エナジーが2本溜まったタイミングで内向バフが4スタックの場合はもう一度バフを貯めてスキルを打ってからバフをかけ直していきましょう。異能編成両人形態ではフィオナ特性にハイドルフォーカス、トレンドフォース。とにかく空いたスキルをガンガン打っていって繊維バフによる追加ダメージを狙っていく形になります。CD ごとに玉眼の連携スキル、トレンドフォース使用によるエナジーの回復を狙っていってフィオナの連携スキルを打ってトレンドフォースを使いミーヤのスキルを回していきましょう。各編成のサボテン動画、DPS ショーケースも別の動画に上げていますので気になる方はそちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。最後に玉眼の総評を述べておきます。玉眼は汎用性がとても高く、様々な編成で使っていけるので、サブで氷パーティーを運用したいという方にもかなりおすすめのキャラクターとなっています。ただし、武闘編成は凸の要求数が高いのは注意しましょう。今後もテストサーバーで新キャラクターの動画やライブ配信も行っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。